さんこんにちは。ホテルメトロポリタン競輪の厚澤です。今日は簡単で手軽にできる料理を紹介していきたいと思います。忙しい主婦の方、単身者の方、小さなお子様でも保護者と一緒に作ることができる料理を紹介していきたいと思います。では炊飯器で簡単チャーシューを作っていきましょう。では材料を紹介したいと思います。豚肩ロース 500g、これはスーパーで普通に売ってる1パック単位で構わないんで、前後 50g 程度でしたら、これから料理する時の調味料で、大丈夫だと思います。こちらですね、お水、お酒、お砂糖、醤油、みりん、にんにくと生姜はチューブのものを使ってます。もし生のものを使うんでしたら、小さな1かけらずつ、使う時にちょっと包丁で叩いてもらって使うようにしてください。あとネギの青いところ、これネギの青いところもなければ、白いところで構いません。材料は以上です。それでは調理作業に入っていきます。お肉は、炊飯器の釜に入る大きさにカットします。今回の場合は長かったんで、真ん中に半分カットをしましたが、通常こういう形の太さで売られていることもあるんで、その時は横に切って薄くしてください。で、肉を柔らかくして味の染み込みを良くするためにフォークで、肉を刺します。で、今回は、豚肩ロースを使いましたが、バラ肉を使えば、脂が多くこってりした仕上がり、もも肉を使用すると、さっぱりしたチャーシューが出来上がります。平均して、フォークで穴を開けていただいたら、次は、分量外になっているんですけども、醤油を、肉全体にまぶします。で、この後にフライパンで焼き目をつけるんですけども、この作業に関しては、お時間のない方やフライパンを汚すのが嫌だという方がいましたら、省略してもらっても構いません。フライパンを熱します。肉を、まんべんなく焼き目がつくように焼いていきます。こうすることで、仕上がりの時に、よりそのまま炊飯器で仕上げるよりも、香ばしい肉になる、色艶が良くなって、肉汁が味が逃げないっていう状態で出来上がります。ただ時間がない方や、フライパンを使って調理する、今回時短料理なんで、この工程省いてもらっても、問題はないです。より一層美味しく仕上げたいとか、時間に余裕があるときは、この作業をしていただくと、仕上がりに差が出ます。で、全ての面を焼いていただいたら、肉はちょっとこの状態で置いといていただいて、次に、調味料を合わせていきたいと思います。先ほど紹介した、調味料を、
炊飯器の中に入れていきます。家庭でしたら測りながら入れていけばこのような小さく小分けした、洗い物も出ないんで、便利だと思います。で砂糖が、軽く溶けるようにかき混ぜていただいて、でニンニクと生姜も入れてしまいますが、生のニンニク生姜を使う場合は一度包丁の背で叩いて、肉を入れた後に乗せていただいた方がいいですね。で先ほど焼いた肉をこの炊飯器の中に入れます。だいたい3分の2かぶるぐらいの形ですかね。であとネギの多いところ、これ手で半分にちぎって中に入れてしまいます。こういう状態で、炊飯器使うんで、通常いつもご飯を作るときに、こういう料理を使うと、内釜が結構汚れてしまうんで、アルミホイルで落とし蓋していただくと後で掃除も楽だし、味の染み込み柔らかくなる時間を短縮することもできます。で作業はもうあとはこれでスイッチを押して、ほったらかしですね。でその間に他の料理を作ったり家事をしたりしてください。ではスイッチを入れていきます。あとはスイッチが降りるまでは他の作業をしていて問題ないです。はい、ほったらかしで出来上がります。はい、これで炊飯のスイッチが、上がりました。で保温状態になってたんですけど、一応取り消しをしてで開けてみます。こんな感じに上がりました。弾力のあるいい状態で上がってるんで、もっと柔らかくしたい方は保温状態で少し放置しておくっていう形もできますので、で、今日食べないとか、少し味を染み込ませたい方は、タレごと容器に入れて、冷めるまで一度置くと味の染み込みが良くなります。バラ肉を使って角煮などを作りたい場合は、一番最初の状態、肉をカットするときに角煮の一口サイズにカットして、で周りに焼き目をつけて、でこの一度今取り出した状態のところで、一度粗熱を取って、で再炊飯のスイッチ、押せるような機械でしたらそのままスイッチを入れていただいて、その時に例えば大根とか、一度下茹でしてある、ゆで卵など入れていただいて、タレが足りないようだったらそうですね、同じような割合でタレを入れていただいて、そうすると脂身の部分もすごく柔らかくなった、角煮ができます。で例えばこの肉もう少し香ばしさが欲しいとか、チャーシューですね、直火で焼いたような感じが欲しいっていう方は、カットした後に例えばバーナーで炙ったりオーブントースターに入れたりして香ばしさを増すっていう
方法もあります。でこのタレを全体にかけてですね。最初にフライパンで焼き目をつけましたけど、あとは、炊飯器のスイッチを押しただけで出来上がりになります。簡単なほったらかし料理ですね。豚肩ロースの簡単チャーシュー出来上がりました。ではいただきます。ちょうどいいですね。これが冷たくなって締まった状態もまたおすすめなんで、今回2本焼いたんで、1本は例えば明日食べるとか、あとネギチャーシューにしたりチャーハンにしたり、あとご飯の上にのせて豚バラ丼、豚、チャーシュー丼っていう形で食べてみてもいいと思います。あとちょっと味変じゃないんですけど、豆板醤、からしでもいいんですけど、ちょっと辛いの好きな方はお好みでつけて食べるとまた味が変わるかもしれないです。私辛いのが比較的大丈夫なんで、ちょっと豆板醤をつけて食べてみます。お酒が進む味になりました。お好みでいろんな野菜と合わせてみてもいいし、例えば煮卵と一緒に添えたり、青菜を炒めて周りに添えたりすると、これ1個で豪華な食事になると思いますので、皆さんも作ってみてください。今日はありがとうございました。